まあこんな感じでまあね車輪の処理はまだこれからまだまだ時間をかけてやりますけど、とりあえず今日はこんな感じで針金掛けに移ってきますね。お願いします。当然今のまんまでは、まあ、ちょっとここからここまでの頭までの距離が頭は本当はもっとこっちの人車輪に寄ってた方がまとまりはいいですね。でそんな中で、まあ、角度変更をしてみましょうと、まあ、こっちではないような気がしますね。この方がいいですかね。まあ、こういうタイプもありだけど今度は根っこの処理がこうなかなか難しかったり。でもこのタイプだと裏枝使うよね。これだと裏枝使うよね。裏枝まあこれぐらいですけどね。こう上げてる。まあこうすればまあ必要ですね。まあこう今日はもう私割と県外が好きなんで、このね今鉢もねこうやってね素揚げに入ってて、まあ留めは使ってません。まあこれ培養でずっとスポンって入れてただけなので留め針金がないのでスポンとこうやって角度が変えられますと。まあこうした方がまあ躍動感が出てもうちょっと傾けた方がいいかな。まあこんな感じで、県外樹形のような感じでね作っていければなと。便利ですね。便利ですね。便利ですね。鉢スポッて抜けると角度変わって。裏枝もこんな感じで、まあ結構無理してますけど、まあ水水の流れ的には何も、問題なくいけると思います。でまたほら今年はこのくらいの長さで残してるんだけど、来年になるとまたね吹いてくるとまた変わってくるって場合もあるしね。それもまた変わりますね。はい。まあこんな感じで今日は作業を進めてみましょう。お願いします。当然ここにね一番下に差し枝がありますので、本当はもうちょっとこれ太いと差し枝らしい感じもしますが、長さは十分にあるのでとりあえず形にはなるかなと。針金切り使えよ、針金切り。針金切り大丈夫？そこ取らないでしょ？取らない。残念。まあ針金選びの基本はまあ枝の太さの3分の1っていうのがまあ一応基本なんですけど、最初の針金かける時はちょっと太めの針金だったり、あと距離長さによってちょっと1番2番上げて使う時もあります。まあお客さんなんか1番2番上げといた方がいいよね。その辺は自分でこうやって手で動かしてみたりした時に針金の太さと、長さとっていうのでどれぐらいの太さ使ったらいいかなっていうのは、これはやっぱり少しずつ感覚をつかんでいかないと選ぶのはちょっと大変かもしれません。でももう基本は3分の1ぐらいのつもりでやれば効いてくると思います。で針金の連結ですけど、必ず1本2本の枝偶数で折っていかないと単独でかけるような形になってしまうので、まあ同じような太さのものを選んで、2本を1本の針金で連結すると。偶数になった場合は同じところに2本かけてもいいよね。偶数になった場合はちょっと分かんない。偶数になると、例えば1本かかっちゃってるところにもう1本足してもいいよね、止めるのに。肩を借りてくるってことかな。そうそういうことも単独でやるときはそういうふうに使うこともありますね。偶数でね元からかけられないと、まあかけたからってそれはもう使えないんじゃなくて、まあかけてもダブルでかけることもあるし、補助的にまたそこに引っ掛けて別の枝を使うことに、まあ単独になりますね。そうなるとね。どうしてもね全部が偶数ってわけにもいかないだろうからね。だから奇数になった場合はそういって肩を借りてくるってことはします。でまあこのかける方向は
ねじりたい方向ですよね。そういったものもちょっと考えながら右にねじりたいのか左にねじりたいのか、まっすぐそのままもうねじれてる枝でしたら別に何も問題ないですけど、心拍これだけの捻転がある中で枝も当然動きがなければおかしいので、ストレートではやっぱ曲付けの関係上どちらか巻く方向を考えないと後で困ることになると。基本的にこう動きの強いもんに動きはもう確実に必要なんだけど、動きのないもんにそこから急に動きをつけてもおかしいしね。そうですね。やっぱり元の流れを生かしたこう枝作りっていうのが必要ですよね。そうですね。でよく力いっぱい目いっぱいかける人いますけど、針金自体は力がいるっていうよりテコの原理使いながらこう、絡ませてあげる、ね、一番重要なのは左手、ここの左手がしっかりと押さえられてないと、もう全部ブクブクになってしまう、隙間だらけになってしまうんですよね。針金の背を押さえるっていうか、そうですね、カーブの R のトップを押さえて巻いたら押さえる、全部その左手の、右利きで右で巻く人は左手が重要になってきます。右手で力で巻くよりも右手で回しながら左手で押さえる、親指を使ったら今度中指薬指って言っても全部の指使わないと、全部の指使うね。必要ない人は切っちゃってください、その指。いやいや切っちゃダメですよ。枝じゃないから。使わない指は切っちゃってください。生えてこないからね。よく言われましたよ。言われた。デジの最中。偉いね。怖いね。どうせ3本しか使ってないんだろうって。指も腹だけじゃなくて背も使う場合もありますからね。結構ね。黒となってくるとそうかもしれないですね。爪の間とかね。だから爪短く切っちゃうとダメだとかそういう時もあるよね。やりづれとか。ろくな会話してないの。心拍が曲がるね。曲がりますね。まだこんな若い枝ですからね。普通こんなに曲がるもん他に図書なんかあるのかもしれないけど。いや図書は嫌うね。やっぱねじられるの嫌いますね。だからみんなやりたがるんだろうね、心拍はね。こんだけ曲がるからね。こうやって長いところは当然いずれもどこまで使うかわからないんで長い枝を残して針金かけますけど、最終的にじゃあこの後ろ奥行き感があまりにも飛び出過ぎてるんであればこれをわざわざ全部を使う必要もない、ここで止めておけばまたここの枝が伸びてきてここで、扇状の輪郭ができると。こういうのもまた全部小枝かけてあげれば綺麗なんですけど、今日どこまでやれるかね分かりませんけど、形が見えればいいでしょう、ざっくりで、だって種木だもんね。出来上がった木の調整なんかだとねまたちょっと針金の描き方も違うんだけど、今は今回は随分種木っていうか種木になっちゃったっていうかそうですね、もともとある程度できてたものがまた持ち崩した木をどう再生するかっていうところもあるかもしれないんで、随分変えてるんでどうしてもね長さが足んないとか今度は長すぎるとか、その調整、例えばこれで出来上がったのは1回目の完成だし、2回目3回目にクオリティを上げていくっていう感じになると思いますよね。一度に何でもね綺麗にしたくはなってしまうんですけど、そこはぐっと我慢して、やっぱり数少なく持ってるとどうしてもいつも気になって毎日見てこうしたいああしたいが出てくるけど、やっぱ
で植え替えもしたいしね、鉢が合わないとまた同じ鉢なのに変えてみたりね、そういうこともあるんだけど、そういうのはなかなかね。盆栽屋さんはもうそれだけ手が回らないのもあるし、数あれば逆に他にやらなきゃいけない仕事があって、そっちに手や目が回るととりあえず我慢できるんですよ。お客さんはないとね。そう数ないとね、本当そればっか気になるし見ちゃうもんで。だから数買ってください、お客さん。そういう売り込みではないんですけどね。いや今そういう伏線があった。決してそういう売り込みじゃないですよ。伏線があったと思いますけど、ついつられて言っちゃいましたけど。いやそういうつもりではないんですけど。心拍なんかこうハサミ入れてる時に、葉と葉の間を狙って基本的に入れてます。そのままザクザクいっちゃってます。ザクザク入れても枯れることはないんですけど、その下に芽が控えてるんで、だからこれを例えばこれズームしてください。例えばこうやって切った枝ありますね。でここの、基本的にこういうふうに、上を向いてる枝、心拍にも一応表と裏があって、裏の方がこれね、葉性がいい木だよね。初めて見る葉性が悪い木は裏下にも行ってるよね。でもこれは割と葉性がいい方で、ここを例えば今こうやってザクッと切るとバリカン狩りすると全部芽飛んじゃうんですよね。でも中にも下に小さな芽が控えてるんで、これが元気になってくれば外は真っ赤っかに抹茶茶になるんですけど、枯れることはないですよ。ただ見栄えが悪いと。そういった時にどこで切るかって言ったら、この徒長してるところのこの中のここで止めてあげると丸く収まると。わかりました？見えました？これ。分かった。じゃあそういうことをやってください。で長いところを止めたい時はこうやって中の節々で切ると。こうやってざっくり切ってしまうとここみんな真っ赤っかになっちゃいます。でも枯れることはないです。あんまりきつくやるとやっぱり杉葉って言って、こういう杉葉、杉っ葉とも言いますけど、こういうのが、大量にというか全部杉っ葉になっちゃうこともあります。これなかなか直すのにね。もう3年とか3年かよ。3年4年かかるんじゃないかな。1年半とか言っといてくれればいいね。3年半ね。3年で1年半ぐらいで治ってくるかもしれません。でもやっぱりね、これが正常な葉っぱ、これが杉葉。こういうふうに正常な葉っぱに戻るにはやっぱり時間がかかります。どうしてもね、初心者の方は杉っ葉にしちゃうことは多いよね。そうですね。やっぱ無理しちゃうんでね、どうしても。ある程度盆栽っていうのはやる時はやるけど、休ませるっていうか、ほっとく時はほっといてくれないと。そうですね。そうしてもらった方がいいかと思いますけど。やっぱりプロになるとあまり迷いがないですね、ハサミ入れるのにね。まあ多少は迷いますけどね。ネタ振りについてこいよ、ネタの振りなんだから。迷ってるとね、もう仕事にならないんですよこれ。そうですね。やっぱり勢いは必要ですよ。でも迷いはありますよね。迷いはあります。迷いはゼロじゃないけど、やっぱ迷わないで、あんまり迷ってるといつまでたっても進まないんで頑張ってみんな。方向性は決まってるんでね。そうですね。必要な枝がどれかぐらい、やっぱ数、やっぱみんな数触ることですよ。でまた心拍は結構ね、失敗しても他の枝でどうにかなっちゃうっていう。それもある。でここまでの素材にしちゃうと、やっぱりもうどっかからまた吹いてくる、そこをまた立て直して使うってこともできるので、あんまり気負いしないで、やるときはやると。
の枝が使えるかどうか難しいところなんですよね。難しいねこれが、うんこれが長いんですよ。でこれをじゃあここでまとめでるのか。も今日は葉数が少ないから、ある程度残した方がいいんじゃないの？でもねこれね、うんどうなんだろうな、これ難しいところですよ。これね、奥に引っ張ると。いや奥に引っ張るね、奥枝をこれ引っ張るとね、今度こことね、一緒になっちゃうね。長さが出ちゃう。もうここのね強弱がなくなっちゃうんでね、空間が作れなくなる。やっぱ取っちゃいましょうね。じゃあもうこれで枯れちゃうかもしれない。いやいや、まあ大丈夫なんでしょうけど、あんまり減らしすぎてもお客さんの場合はね注意してもらわないとね。気をつけてくださいね。まあでもこんだけ枝あるんで大丈夫です。でこうやってこれを例えば針金かけないでこんだけ減らしちゃうと上に向く枝ばっかりになっちゃうから光合成が作れないんだよね。こう開いてあげることによって光合成もしやすくなるんで。そうですね。あんまりね一箇所に密集してごちょごちょしてるとね、あんまりね中は蒸れちゃうし。そうなんですよ。まあここまで透かしてると蒸れることもないですけど、こういった時ですね、数が多い時は例えば近場で今これ枝数が多いんですけど、いずれはどっか一本になると思ってください、一つ一つね。これが例えばここの距離が近い時は当然この幹の後ろを通してこうやって連結してくださいね。この近場で連結しても絶対こうやってシーソーになっちゃいますんで、それかここに同じ枝があれば反対側の同じような太さの枝があるんで1本2本とこうやって使えると、偶数で。他にもこっちにもまだ光る。ちなみにこのビデオすでにタイガーさんの見解ですからね。みんながみんな同じ見解しているとは限りません。よろしくお願いします。そうそう。これが全てじゃ他にもいろいろありますからね。でね、近場からね出てる枝がね何個も何個もあるっていうのは良くないです。そうです。まあ小白特有です。これ臓器でこういうふうに同じ場所から残しておくともうすごいコブになっちゃって、太っちゃってどうしようもないので。まあ本来抜くっていうことがいかにできるかが比較的勝負になってくるんだよね。将来良くなるか近道ですよね。やっぱり抜けないと焦って作ってるって感じになっちゃうし、すぐね三角になってぽっかりするのはいっぱい枝数残しておけばいいんですけど、やっぱり空間を作ったりその枝に意味を持たしたり木の中でも培養しやすかったりするのはぽっかりするよりもちゃんと枝を決めて役割をそれぞれ持たせるというのは重要ですよね。そうですね。なのでまあこういった動画配信だったり、デモンストレーションだったり、いろんなそういうところで店に行かなければいけないっていうのは非常に木にとって負担な部分も出てきてしまうので、いいことばっかりではないです。なのでその意味を分かって今日はこの作業で終わったんだなっていうものをやっぱり理解してもらって、今後の自分の木の培養に生かしてもらえればなと。まあそもそも枯れたら元も子もないのでまずはやっぱり生かすっていうことが大前提ですね。盆栽はね枯らしたら何も本当にならないので、そう本当によかろうが何しようが枯れたらもう何もならないので、いかにこの後に続けていくか、生かして枯らしちゃダメだね。だから年取った盆栽屋さんなんかこんなボロい木まだ持ってんのかっていう木も大事にしてるよね。そうですね。俺は捨てちゃうけどなと思うんだけど。ピーだよピーピーだよピー。まあ本当に盆栽が好きな植物が好きなんだなと盆栽屋さんの場合思いますよ。
そういう人多いですよ。多分もういずれいらなくなるであろうというね。まだ今日は取っちゃうんや。ちょっと枝数が少なすぎちゃってかわいそうすぎるな。まあない方がいいね。基本的に使いづらいね。後ろはもう使いづらいね。もう使えないね。こうなるとね、すっごいごつい木になってましたね。本当だね。すっごいごつい木になったね。ああやってね、針金でこう邪魔なとこくくっとくと、針金かけやすいですよ。まあでもいずれはこれはもう使わないと。使わないね。今日はちょっと取らないですけど。取るとね、かわいそうすぎるね。俺的に嫌だね。もうここまででもいっちゃいますから、この後ね、こんな感じでまたちょっとシャリのもうちょっと微調整をしながらきれいにしていくと。で今こういう種木で作って、今の輪郭はスタートの輪郭なんで。ここからこれを一生懸命こういうところまた細かいところ上げたところでまた針金はすぐ食い込んじゃうし、暴れたらもうちょっとしっかりしてきてからちゃんと針金をかけた方が木のためにもいいし、で来年だね、またね、来年再来年になってくるんじゃないですか。出来上がるのにやっぱ5年10年かかりますよ。まあ気の長い趣味ですね。5年10年先を見て、まあかなりごつくてね、まあごつすぎるぐらいごついですけど、でも分かりやすくなったね。今度これからこのもっとボリュームがこれぐらいにボリュームになってくると思いますし、枝葉ももうちょっと大きくなるんで、で後ろもね使える枝がこれはもうそれはないとしても、下の方で後ろも構築していくと、そうですね、全体的に役割をつけていくと思います。まあ今日はこんな感じでどうでしょうかね。ありがとうございます。ありがとうございました。素材もね随分パンチのあるけど、よりパンチが出たって感じですね。ご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。